午後5時です。先延ばしにしてきたレポートの提出期限が明日だと気づきました。腰を下ろしてコンピューターを開く時間ですが、スマホのチェックをはじめ、お気に入りの YouTube チャンネルも確認しますか？夕飯作りを最初にすべきでした。料理は好きなのにレポートのことが頭から離れないと楽しめないからね。もうこんな時間だ。朝になったらトライすればいいじゃない。これこそみんなが経験する先延ばしのサイクルです。悪いと分かっていても先延ばしを続けるのはなぜでしょう。しかし予定を延ばすことと先延ばしにすることは違います。責任ある時間管理にはどの作業が重要でどれを後回しにするかの判断が必要です。先延ばしとはやるべき作業を正当な理由もなく避け、それが悪い結果をもたらすと分かっていながらもそうすることです。明らかに自分を害すると予期されることをするのは非合理的です。しかし皮肉なことに先延ばしは体が自らを守ろうとする結果なのです。具体的には人の体は脅威とみなす作業を回避しようとします。レポートを書かなければならないと認識すると脳は迫る脅威に反応します。感情処理や脅威の識別に関与するニューロン群の扁桃体はアドレナリンなどのホルモンを放出して恐怖反応を引き起こします。ストレスで引き起こされたパニックは前頭前野からの電気信号を圧倒し、この部位が司る長期的な思考と感情のコントロールを妨げます。闘争、凍結などの反応をする過程で脳はよりストレスの少ない作業を優先し、脅威の回避を行います。この反応は極端かもしれません。というのも熊に襲われたわけではなく締め切りに追われただけです。しかし先延ばししがちなのは恐怖感、不信感、不安感などの否定的な感情を引き起こす作業です。先延ばしをする大学生を対象にした研究では、ストレスが多く困難と感じる作業が延期されやすいと判明しました。そしてその作業の困難さに対する認識が先延ばしする間に高まっていきます。ある実験で学生は勉強するようリマインダーを一日中与えられました。勉強中はそれほど悪くなかったと報告されました。しかし先延ばしする間は勉強しようという考えが非常にストレスだと評価で一致しました。それで勉強の開始が難しくなるのです。先延ばしはネガティブな感情によって動機づけられるため、影響を受けやすい人と受けにくい人がいます。感情の調節が困難な人や自己肯定感が低い人たちは時間管理がどれほど上手でも先延ばしにする傾向が強いのです。しかし先延ばしする人は怠け者だというのは誤解です。体や脳の中では怠惰はエネルギーの欠如と無関心に関連づけられるのです。怠惰な気分の時は何もせず座っていることが多いものです。重要でない作業で気を散らすなどしません。実際気にしすぎて先延ばしする人たちは多くいます。そういう人は失敗への強い恐怖心を感じ、自分の仕事が高い水準を満たせない可能性を恐れて物事を先延ばしにします。理由が何であれ多くの場合同じ結果になります。頻繁に先延ばしをする人は不安や抑うつ、継続的な羞恥心や高いストレス、身体的疾患に苦しむこともあります。困ったことに先延ばしは長期的には人を傷つけますが、一時的にはストレスを下げるので、ストレスの多い仕事への対処の身体的反応として強化されます。それではそのサイクルを断ち切るにはどうすればよいでしょうか。従来先延ばしする人は規律を養い時間管理を徹底すべきと考えられてきました。しかし今日多くの研究者は正反対のことを感じています。自分に厳しくしすぎると作業に悪い感情を積み重ねるため脅威が一層増します。このストレスへの反応を断ち切るためにはネガティブな感情に対処し軽減することが必要です。簡単な方法に作業を小さな要素に分割したり、作業がストレスになる理由を日記に書くなど根本的な懸念への対処が挙げられます。近くの気が散るものを排除し衝動的な先延ばしを防ぎましょう。何よりも
自分を大切にする姿勢を養い、自分を責めず、次回の上手な計画を立てましょう。ストレスと先延ばしの永続的なサイクルが習慣化すると、誰もが長く傷つくことになります。TED-ED は、質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して、非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。